こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。ちょっとね、風邪で喉がやられて声が変ですが許してくださいね。冬見光さんの作品で、タイトルは名春。いつも動画を拝見しております。冬の荘厳とした景色とダークなモチーフが好きで、シスターさんが春を待っている感じを描きました。添削してほしい部分は、自分ではとても描きたいものが描けて満足しているのですが X で伸び悩んでいます。一体何を改善すればいいのか迷子状態です。もしかしたら光、コントラストが弱いのかもと思いますが、調整のバランスが難しいなと感じております。ぜひ先生に添削をいただきたく思います。よろしくお願いします、とのことです。はい、冬見光さん、ご応募ありがとうございます。とても素晴らしい作品で、はい、アップにしてもね、細部にわたって繊細な書き込みがされています。もう作品としてはね、もう完璧ですし、ご自分の世界観が終わりになる方なので、僕がねこれ以上何か言う必要はそもそもないんですが、 X での伸び悩みについてどこをどう改善すればいいのか迷子状態ということなので、僕なりの目線をお伝えしていければと思います。はい、 X で伸び悩むっていうのは、いいねがあんまりつかなくてフォロワーが伸びないっていう理解でいいんでしょうかね。その理解でよければ、このイラストをどうすればもっといいねがつくかに着目して添削をしますね。いいねが増えれば見てくれる人も増えて、でフォロワーも伸びやすくなりますので、その着眼点でいいと思います。でもう先に結論言っちゃいます。この絵のいいねが伸びないのは2つ原因があります。1つ目はキャラクターイラストなのにキャラクターにいまいち目がいかないから。で2つ目はなんか変だからです。なんか変ちょっとびっくりしちゃいましたよね。すいません、ちょっとこれだけ言われても納得がいかないと思いますが、添削を通して順番に説明していきますので、はい、怒らないで聞いてください。この動画を見ていただければ、いいねがいまいちつかない原因を知っていただけて、ご自分のイラストをより多くの人に受け入れられやすい形にするにはどうすればいいのか掴んでいただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。はい、まず1つ目の改善点について早速添削をしていこうと思います。キャラクターイラストなのにキャラに目が行きにくいという点、これについては大きく分けて2つの改善ポイントがあります。1つ目は構図の問題、そしてもう1つは顔の問題です。まず全体に影響を及ぼす構図の問題から解決していきますね。やってみます。はい、一旦キャラクターの角度を調整しました。続いて後ろに見えている境界、これについてもちょっと配置を見直しますね。はい、こんな感じです。一旦ざっくりとキャラクターと境界を動かすことで構図を直したんですが、なぜこのように直したか分かりますでしょうか。添削後と添削前見比べてみましょう。これとこれ、これとこれです。はい、添削前はですね、僕のぼんやりとした印象だとこういう感じの印象なんですよね。でこの風景を枠で囲っているみたいな、なんかそういう印象だから、見ている人は無意識にこういうですね変わった構図に目がいってしまって、この変わった構図ってどういう意味があるのって意味をねこう探してしまうんですよね。でよく見ても指してるメッセージ性がそこにあるわけではないので、なんだ何もないのかで、ちょっとこう肩透かしを食らったような、なんかそんな感じの印象になってしまっているのがもったいないと思いました。添削後は単純にキャラクターを真ん中に配置して、でそこに境界を添えることによってあまりね視線がキャラクター以外に分散しすぎないようにしてみました。これものすごい単純なことなんですが、キャラクターイラストの主軸はあくまでキャラクターなので、まずはキャラクターが中心に据えられていることっていうのがいいねを多く獲得するには重要なポイントです。こういうことを言うともう必ず現れるのが、いや俺は前の方が好きだ、添削したらよく見る普通の絵になっちゃったっていう人がいると思うんですが、はい、その通りです。僕もね添削前は添削前ですごく好きなので、それを否定するつもりは全然ありません。あくまでねいいねをもっと欲しいっていう視点で添削するとこうなるだけです。いいねをよりたくさんもらうには、より多くの人に絵の良さを分かりやすく伝える必要があります。多くの人に分かりやすく伝えるというのはキャッチーにするということで、キャッチーっていうのはある意味見たことがある、もうすでに好きな感じっていう感覚です。目新しさと同じぐらい実は古めかしさも大事なんです。そのね、ある意味オーソドックスなスタイルと向き合えなければ、あんまりねいいねを多く獲得することはできませんので、そこはね大事なポイントです。押さえておいてください。さあもう少し背景を調整していきます。奥に広がっている雪景色を補完していきましょう。やってみます。
はい、添削前はねこう真っ平らだったんですが、ちょっとねこの地平線を上にまでここまで持ってきて、で顔周りをですねこのように区切りたかったので、小高い丘のようにしてしまいました。背景でキャラクターをこう区切ることによってより顔に目がいくようになると思います。はい、地面に立ててあった十字架もちょっとね位置調整しながら書き加えていきますね。はい、こんな感じ。十字架には少し大きさに違いをつけて前後感を強調してみました。はい、いろいろと位置調整したので空についても少しだけ変更を加えますね。はい、空はほとんど変えてませんが、バランスを考えて雲を少しだけ間引いてあげました。構図についてはこんな感じですね。次はキャラクター自体の添削に移っていきます。でキャラクターについて気になっていることは大きく2つです。まずは顔が見えづらいということ、そしてさっきも言ったなんか変なポイントですね。はい、まずは簡単な方、顔が見えづらいという部分から直していきます。といってもね、本当に単純なことです。こうしちゃいます。はい、髪にかかっていた髪の毛を取って少しだけ顔を明るくしました。はい、これだけのことですね。でもね、おそらく作者さんはわざとこうしていたと思います。顔に髪の毛をふわっとかけて、で顔を逆光にして暗くあえてしたんだと思うんですね。ただね、それだとあまりいいねは多くもらえません。なぜかというと、単純にキャラクターの魅力がそがれてしまうからです。絵を見ている人の多くは絵を描いたことがある人ばかりではありません。でそういった人にとって絵を見るポイントっていうのは、単純にそのキャラクターが可愛いかどうか、かっこいいかどうか、自分好みかどうかにつきます。でもね、逆光にしてあって顔が見づらくて、でそれでいてさらに髪の毛が顔の上に乗っていては、せっかくの可愛さが隠れてしまいますよね。はい、単純です。言うまでもないことだと思います。ただね、じゃあ作者さんはなんであえてこういうことをしたのかっていうと、これはですね、作者の冬見光さんが絵の玄人だからです。絵だけじゃなくて、料理でも演劇でも何でもそうなんじゃないかと思うんですが、その世界にねこうどっぷり使っている人にとってオーソドックスなスタイルっていうのはね、だんだん飽きてくるんです。なんかもっと変わった工夫をしなきゃいけないんじゃないか、もっと人と違った工夫を凝らさなければいけないんじゃないか、真面目であれば真面目であるほどそう考えるんですが、考えてね、もう考えまくった結果、あまりキャッチーじゃない方向に行ってしまうっていうのは、これねよくあることなんですね。これは誰でもそうです。僕もそうなりがちです。でもね、もう一度言いますが、いいねをもらうためにはオーソドックスなスタイルと真正面から向き合う必要があります。変わったことはねそんなにしなくていいんです。いや、むしろしない方がいいです。キャラクターのイラストなら顔を可愛く見せること、これが基本です。基本に立ち返りましょう。だってね、皆さんラーメン屋に行って自分が醤油ラーメンを注文したら、店主がねなんかよくわからない理屈をこね出して、で結果的にトマトラーメン出してきたら嫌じゃないですか。いや、俺は醤油ラーメン食べたいんだよ、醤油ラーメン出せよってなりますよね。それと同じです。オーソドックスでいいんです。まずはキャラクターとして魅力的な絵を描きましょう。素直に描くんです。はい、なので目も少しだけ明るくします。はい、あんまりね印象を変えたくなかったので、ふわっと明るくしただけです。あまりにもね目が暗いとキャラクターが立ちませんからね、節目がちな印象は守りつつも少しだけ色を持ち上げました。あとは髪の毛に少しだけハイライトを追加することで印象をさらに持ち上げることができます。こうです。はい、こんな感じです。最初と見比べるとこうですね、こんな違いがあります。
作者さんはコントラストを気にされていましたが、あまりねギラギラしたようにしたくないとおっしゃっていたので、彩度を上げたり鮮やかにするようなことはしていません。ほとんどね画面上にある色を基準にして色の配置だけを見直して添削しております。ですがね、このようにところどころ明るい色と暗い色の差を極端につけてあげる部分を作ることによって、そこまで鮮やかな色を使わなくてもメリハリをつけることができると思います。さて次のポイントです。僕は最初に言いました。この絵が受け入れられにくいのはなんか変だからだと。はい、そのなんか変なポイントはですね、添削前の方が分かりやすいと思います。こことあとこれですね。この2つがなんか変です。髪の毛はなんかふわっと際限なく上にずっと伸びているような感じがしますし、衣装の前だれもなんかこうカクンと曲がった幾何学模様みたいに見えています。これがなんか変という印象を見ている人に与えてしまいます。いやですね、僕正確に言えばこのノリわかるんですよ。要するに少し不自然なシルエットを画面に入れ込むことでよりデザイン的に見えるということを玄人の冬海こうさんはやっているんですが、ちょっとねそのデザイン的な処理の入れ込み方が中途半端なので伝わりづらいっていうのと、あともう一度言います。絵を見ている人はほとんど絵についての理解が深くない人たちなんです。そういう人たちがデザイン的とはいえ変な形を見た時に思うことはたった一言、なんか変です。それ以上でもそれ以下でもないんです。もちろんねこういうデザイン的な処理を入れることでアーティスティックな印象を生み出すことはできます。なので玄人受けを目指して、あるいは自分が好きな感情を目指してこの方向にどんどん進んでいくのは僕は全然ありだと思います。ただじゃあその方向でいいねがもらえるかというと、僕はね必ずしもそうじゃないということは伝えたいですね。何度も言いますが変なのは変なので自然に見えるように調整しましょう。はい、普通と向き合ってくださいね。はい、ごめんなさい。冬海さんがあまりにもね絵が上手いので飲み込んでくれると思って僕はあえて今日は厳しめに言ってます。はい、許してくださいね。まずは髪の毛がどこまでも広がっていく印象を緩和するために少しだけ影を入れて調整します。はい、こんな感じ。このままでもなんかいいような気がしてきましたが、ちょっとここからは打足かもしれませんが、少しね角度調整なども踏まえてキャラクターにより魅力を足していってみますね。はい、あくまで僕の視点です。肩をちょっとだけ調整します。はい、背景の角度的に少し煽りにしたので肩の位置を上げてちょっとだけキャラクターにも煽りのニュアンスを入れました。角度調整に伴って胸とかあとは腰回りも少し調整していきます。はい、こんな感じです。これもしかしたらシスターとしてはおかしいのかどうかという議論はあるかもしれませんが、腰にねこういう感じでベルトをつけてあげるとキュッとしていてキャラクターとしてはメリハリができるかもしれません。シスターとしてのねリアリティを優先する場合には衣装については無視してください。僕はねあくまでいいねを増やすためにやっています。はい、角度調整したので腕もね少し変になってしまいました。ここも直しますね。はい、こんな感じです。はい、もともとね体の横で片手でスカートをつまんでいるような仕草でしたが、体の若干前側で両手でスカートをつまみ上げているようなポーズにしました。なぜかというと、これはですねちょっと言語化したくない部分なんですが、こうしたいからですね。はい、こんな感じです。
雪があってね歩きにくいのでちょっとこうはしたないですが、スカートをたくし上げて足が見えるようなポーズにしたかったからですね。はい、誰がそうしたかったか、僕です。はい、僕がね足を見たかっただけです。でもねシスターの周りには誰もいませんから、彼女が歩きやすさを優先してちょっとぐらいねはしたない格好をしていても何ら不自然ではありません。ただね歩きやすい工夫をしているだけなんです、彼女は。すいません、なんで言い訳してんだろう。さあ、前だれを自然に調整します。はい、こんな感じ。胸からストーンとね素直に下に垂れている感じにしました。動きを強調したいならもっとはためかせてもいいですが、今回はこれでいきます。別にこれなくてもいいかもしれませんね。はい、好みによってどちらか選びましょう。で、最初にあった手前の葉っぱが消えてしまったので追加します。はい、こんな感じ。それとちょっとだけ雪も地面から舞い上がっていると雰囲気がアップするでしょうか。はい、といったところで今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。色とかはねもうほとんど変わってないですし、キャラクターの書き込みも、特にね顔の部分はそんなに書き込みを増やしたわけではないんですが、ずっとねキャラクターに目がいって思わずねいいねを押したくなるような見栄えになったのではないかと思います。いかがでしょうか。はい、今回はいいねを増やすためにはどうすればいいのかという観点で添削をしてきました。いいねを増やしたいならめっちゃ平たく言うと、普通の絵を普通に描くこと。キャラクターの絵だったらキャラクターを魅力的に描くことです。そんなの当たり前だろ、何が当たり前なこと言ってんだよって思われるかもしれませんが、実はですねこれが結構難しいんです。実は一生懸命になればなるほどそれが難しくなっていくことってあります。はい、なぜならいろいろな工夫をしたくなっちゃうからですね。もしねそういう原因で行き詰まってしまって原点に帰ってもっと可愛いキャラクターを素直に描きたいと思ったら、こちらの動画をご覧ください。初心者必見、可愛いキャラはここに注意して描いてください。こちらは僕が可愛いキャラを描くときに意識しているポイントを7つ紹介した動画です。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。